こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は物だらけのお家を3日かけて片付けたお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回ご紹介するのは3階建ての戸建てにご夫婦お二人住まいのお宅のお片付け事例です。もともとはお母様との2世帯住宅として1階がお母様、2階、3階がご夫婦のスペースとしてお使いになっていましたが、高齢のお母様が施設に入られたため、現在はご夫婦だけでお住まいになっています。収納スペースは豊富にある立派なお宅でしたが、それ以上に物が多く収まりきらないことにお悩みでした。また1階にはお母様が住んでいた時のものもまだ多数残っているそうで、それも整理したいとご希望でした。今回1回目のご訪問では2階にある奥様のクローゼット、2回目は1階にあるもともとお母様が使っていたクローゼット、そして3回目は2階のキッチンと計3回約半年がかりでお片付けしましたので、その様子をご紹介したいと思います。まず1日目は2階にある奥様のクローゼットです。広さ2畳ほどのとても立派なスペースながら収まりきらない洋服が溢れていることにお悩みでした。こちらはクローゼット右側です。洋服が椅子や箱の上に山積みで、今にも崩れ落ちそうな状態になってしまっていて、さらに溢れた服はクローゼットの外の使っていないマッサージ器具やアイロン台の上にまで山積みになっていました。クローゼットの奥のハンガーバーは手前側にご主人の普段着ない服がかかっていて、せっかくの取り出しやすい場所がもったいない状態になってしまっていました。また枕棚のスペースもうまく活用できていなかったり、左手前側にあるとても立派な作り付けの棚も引き出しの中は少し空きもあってあまりうまく使いこなせていなかったり、棚の上に置かれたボックスも中がパンパンだったり収まりきらずに山盛りになっていました。特に靴下類の量が多く、こちらはベッドの上にも溢れているようでした。このような状態を踏まえて、まずはご自身の持っている服の量を把握して、すっきりしていて管理しやすいクローゼットを目指して作業をスタートしました。では、早速クローゼット内のものを全部出しして分類していきます。奥様の洋服類は、まずはカテゴリーごとに分けて、何がどのくらいあるのかという現状を把握していきます。カテゴリー別に分けていくと、それぞれの分類の服があっという間に山積み状態になりました。特に多かったのが T シャツです。コレクションとして集めているものもあるそうで、200枚近くはありそうな分量でした。さらに靴下やタイツ類もかなりの量がありました。こちらは用途が違うものが混在しているご様子だったため、さらに用途別で分けながら全体量を把握していきました。こちらがざっくり分けてボックスにまとめたところです。分類としては靴下、タイツ、ルームソックスという内訳で、これ以外にストッキングも1箱分ありました。さらにその他の小物類もカテゴリー分けしながらボックスに収めていきます。特に秋冬用の帽子はかなり数が多かったため、帽子専用のボックスを1箱分確保しました。そして最後はバッグです。こちらも相当な量があったため、まずは使用頻度で分類していただき、よく使うものは取り出しやすい位置に配置しました。そしてかなりの数が3群に分けられたのですが、3群の中でもかなりサイズや種類にばらつきがありました。そのため小さめのポーチやエコバッグ、トートバッグはお手持ちの小さめのケースに種類別にまとめて収納しました。では早速1日目のビフォーアフターの様子をご覧ください。まずはクローゼット全体のビフォーアフターです。通路を塞いでいたものがすっかりなくなり、奥まで入りやすくなりました。山積みになっていた洋服や段ボールもなくなってすっきり。壁沿いに残ったのは2台のスツールだけになりました。そして奥のハンガー掛けのスペースは、もともとかかっていたご主人の服を移動。左側にトップスとワンピース、正面にアウターとボトムス、仕事着をまとめました。ハンガー掛けの服の下には使用頻度高めのバッグを収納し、さっと取り出しやすい状態になりました。そ
そして2軍、3軍のバッグは枕棚に収納。ラベリングすることで比較的よく使うバッグがどちらに入っているかわかりやすくしました。左側の収納棚のボックスもカテゴリー分けを改めて見直して、こちらの左上の浅いボックスには靴下、ストッキング、スポーツタオル、ハンカチ。右上の浅いボックスにはルームソックス、タイツ、ベルト、冬用小物。そして左下の深いボックスにはストール、冬用インナー、スポーツウェアのトップス、ボトムス。右下の深いボックスには帽子、冬用ストール、デニム、その他ボトムスを収納しました。そして引き出しには T シャツ、パーカーのほか、ニット類やインナー、パジャマを収納。各引き出しやボックスの役割を明確にすることで、アイテムごとに持てる上限を分かりやすい収納に見直しました。では、初日にいただいたご感想も抜粋してご紹介します。あるものすべてをクローゼットの外へ出し、実際の服の量を目の当たりにしてみて愕然としました。体は一つしかないのにこんなに着れない。洋服を取捨選択し間引く意味と必要性を理解しました。とは言いつつも、仕分けしたにもかかわらず思い入れのある T シャツなどはすぐに処分できず一旦保留していたり、私の気持ちを尊重しながら進めていただけたことがありがたかったです。仕分け後の一群をクローゼットに収めていただき、日々使いやすいように形や色分けされた引き出し内は視認性も高く、朝の着替えで探すこともなくなり、超スピーディーになりました。続いて初回のご訪問から約2ヶ月後となる2日目は、1階のクローゼットの作業を行いました。もともと1階はお母様のスペースでしたが、高齢で施設に入られたため、今後はクローゼット右側をご主人の洋服収納スペース、左側をご夫婦共用の書類や小物収納スペースとして使いたいとご希望でした。こちらは右側のオープン棚です。ここにはご主人の洋服が平積みになっていましたが、収納の奥行きが深いこともあり、ぐちゃっとしがちで出し入れしづらそうでした。その下には3段の引き出しがありましたが、中は比較的空いています。また、ここにはお母様の服もまだ一部残っているご様子でした。奥にはハンガー掛けのスペースもありましたが、こちらもまだお母様の服とご主人の服が混在した状態になってしまっています。実はご主人の服は3階にもかなり大量にありました。ご主人も奥様同様 T シャツをたくさん持っていらっしゃるため、これもできれば1箇所にまとめて所有量がわかるようにしたいとのことでした。逆にクローゼットの枕棚にあるのはお母様の使わないものばかりとのことでしたので、こちらは3階に移動してもいいとのことでした。続いてこちらはクローゼットの左側のスペースです。こちらは真ん中にオープン棚がついている構造でしたが、いろいろなものが混在していてほぼ活用できていないご様子でした。こちらは棚の前の床のスペースです。ここにも書類や本などが多数床置きになってしまっていて、棚の引き出しも開けられない状態になっていました。こちらは引き出しの中身ですが、ここにあるのはほとんどお母様のものだそう。これも使わないものばかりなので、ひとまとめにして3階に移動したいとのことでした。そして最後にこちらは棚の上段にある開き扉の収納です。ここには主に奥様のハンドメイドの材料が置かれていましたが、今後は2階にハンドメイドコーナーを作りたいとのことでしたので、こちらも移動することにしました。このような状況を踏まえて、ご主人の服やご家族共用の小物、書類を使いやすく収納するべく、2日目の作業をスタートしました。では早速作業をスタートします。今回はクローゼットの中にご家族それぞれのものが混在しているご様子でしたので、まずは中のものを一別に分けていきます。まずはハンガー掛けの服から収納していきます。かかっていたお母様の服を移動し、ここにはご主人の服だけをかけていきます。続いて引き出しにもご主人の服を収納していきます。上2段の引き出しにお仕事できる服、一番下の段に自宅用の部屋着を収納しました。そして引き出しの上のオープン棚もフル活用。奥様のクローゼットと同じように緑のボックスを使って奥行きや高さを生かして収納していきます。今回ご主人の T シャツだけでもかなりの枚数がありました。こちらはコレクション要素も多そうでしたので、普段着る服とは分けてダイソーの収納ケースにまとめてクローゼットの枕棚に収納しました。
ご主人の洋服が一通り収納できたら、続いて小物類も全部出ししていきます。こちらもまずは一別に分けていきます。そしてお母様の小物類は段ボールにまとめて、お客様と協力しながら3階に運びました。中身を出してみると書類の量がかなり多めでした。そのため左側上段の扉収納の棚板の位置を調節して、ここに書類を集約することにしました。書類を一通り収納したら、今度は文具類を引き出しに収納します。さらに別の場所にあった救急用品も今回のお片付けを機に1階のクローゼットに移すことにしました。では2日目のビフォーアフターもご覧ください。まずはクローゼット右側全体のビフォーアフターです。ご主人の服が1箇所にまとまって身支度しやすい空間になりました。引き出しの上のオープン棚はボックスを置いてスペースをフル活用。主にオフシーズンの服や未使用の服のストックなど、普段あまり着ない服を中心にまとめています。あまり活かせていなかった引き出しもフル活用。ご主人の普段よく着る服を取り出しやすく収納しています。そして枕棚には大量にあった T シャツを配置。奥にはまだ少しだけお母様のものも残っていますが、ご主人の服が置けるスペースは十分確保できました。続いてクローゼット左側全体のビフォーアフターです。こちらも全体的にすっきりして、だいぶ空間の印象が変わりました。棚の中央のオープン棚も物がなくなってすっきり。ここには今後ファイルボックスやシュレッダーを置いて、届いた郵便物をその場で処理するスペースにされることをお勧めしました。お母様の使っていないもので埋まっていた引き出しも中身を総入れ替え。1段目、2段目には文具を収納しているほか、その下の段にも救急用品などご家族共用の小物をまとめました。そして上段の扉収納は全部書類スペースにしました。書類については整理すればもう少し減らせそうとのことでしたが、書類が1箇所にまとまっているだけでも全然気分が違いますとお客様も喜ばれていました。では2日目にいただいたご感想も抜粋してご紹介します。今回は母のものがある場所ということで、他のスペース以上に手がつけにくいエリアというか、どこか気持ちが逃げてしまっていたお部屋でした。いつかは向き合わなくてはなりませんでしたが、親の残したものを整理するってものすごいエネルギーがいる気がしていたので、手がつけられずに結局数年が経っていました。終わってみて実感したのが、決して自分一人では無理だったなという気持ちでした。他の人を頼ってよかったんだという肯定的な思いが持てたことは大きかったです。親のものすら一人で片付けられない自分をずっと情けなく思っていました。いざ片付け終わってみて一番嬉しいのが物のありかがわかることでした。さらに一箇所にまとまっている。何より母のクローゼットが片付いて自分の服がかかっていることに夫が驚き、本当に嬉しそうでした。家中もっともっと快適にしていきたいという欲が出てきている今日この頃です。そして2回目のご訪問からさらに約4ヶ月後となる3日目は2階のキッチンの作業を行いました。とてもおしゃれな構造のキッチンながら物が大量に溢れてごちゃごちゃ状態なことにお悩みでした。こちらはシンク下引き出し上段です。深さがあって収納力のある引き出しでしたが、いつも使いたい道具が見当たらず掘り返さないといけないのが不便とのことでした。こちらはシンク下引き出し下段です。ここにはお鍋類の調理器具や保存容器などが収納されていましたが、ほとんど使っていないものも混在していてもったいない状態でした。続いてこちらは食洗機下の引き出しです。ここには主に洗剤や消耗品が収納されていましたが、シンク下引き出しにも消耗品があり点在しているご様子でした。続いてこちらはコンロ下の引き出し上段です。ここには使用頻度高めのお鍋類が収納されていましたが、蓋もたくさんあるため折り重なって取り出しづらそうでした。そしてこちらはコンロ下の引き出し下段です。こちらは使用頻度低めの圧力鍋が場所を取っていて、
せっかくのスペースがあまり活かせていないご様子でした。続いては背面収納です。カウンターの上には食品やキッチン雑貨などがちょい置きされてしまっていましたが、本当はここにコーヒーグッズを飾りながらおしゃれに置きたいとご希望でした。こちらはその上にある飾り棚です。こちらもいろんなものがごちゃっと置かれてしまっているため、もう少し素敵に見えるように活用したいとのことでした。続いて右側の引き出しの1段目です。ここには仕切りを入れてカトラリーを収納されていましたが、仕切りがかなり大きいため、幅が広い引き出しがほぼ全部カトラリーで埋まっているのがややもったいない印象でした。そして引き出しの一番深い段です。ここにはグラスやマグカップを重ねて収納されていましたが、ここに入っているうち普段使っているものは一部とのことでした。続いてこちらは奥側にある幅の狭い引き出し1段目です。ここには飲み物や調味料などの細々した食品が収納されていましたが、お茶やコーヒーのパックとお茶漬けやスープなどのパックがごちゃ混ぜになっていて使いづらそうでした。このような状況を踏まえてキッチンをもっと使いやすくときめく空間にすることを目指し作業をスタートしました。早速シンク、コンロ下のものを全部出しして分類していきます。まずはお鍋やフライパンなどの調理器具を出して引き出しを開けて、優先順位が高いものから順に戻していきます。続いてその他のキッチンツールや消耗品も分類していきます。消耗品類は使わないものは少なめのご様子でしたので、量が多いその他のキッチンツールをお客様に分類していただいている間に消耗品類を先に収納していきます。シンク下の引き出し上段はかなり深さがあったため、こちらに背の高い洗剤類やポリ袋などを配置していきます。水切りネットや食洗機用洗剤も使用頻度が高いため、こちらも取り出しやすい上段に配置しました。今回かなり量が多かったのがお弁当グッズや水回りの調理器具です。お弁当はいつもご夫婦でお仕事の際に持っていかれるそうで、使用頻度低めのものはだいぶ間引いていただいたものの、それでもかなり量がありました。お弁当グッズは背が低いものが多そうだったため、シンク下引き出し下段に立てて収納しました。続いては背面収納です。食器類はかなり使っていないものがあるご様子だったため、基本的に1軍、2軍だけ背面収納に残すことにして、3軍の食器はリサイクルショップで処分、または別の場所に移動していただくことにしました。今回ごちゃつき解消のキーポイントにしたのが一番下の深い引き出しです。ごちゃつく原因になっていたのが食品収納スペースが少ないことだったため、一番収納力のあるこちらの引き出しを食品収納スペースとして確保することにしました。幅の狭い引き出し1段目にあったごまごました袋物の食品や飲み物も移動させます。こちらはカテゴリー別に分けながら飲み物と食品が混在しないように整理していきます。そして今回こだわったのがこちらの飾り棚の使い方です。せっかくの素敵な棚でしたので、お手持ちの食器の中でも特におしゃれなものを厳選してこちらの棚に配置することにしました。では3日目のビフォーアフターの様子もご覧ください。まずはキッチン全体のビフォーアフターです。ごちゃついていたものがなくなり、表に見えてもいい食器類や家電だけに厳選されて、すっきりときめくキッチンに大変身しました。続いてコンロ下の引き出し上段です。こちらはフライパンスタンドを使って一軍のお鍋やフライパンを収納。たくさんあった蓋は手前側に立てて収納して、表に出ていた調味料もこちらに収納しました。こちらはコンロ下の引き出し下段です。ここには2軍のお鍋、フライパン類を収納しました。続いてシンク下引き出し上段です。こちらは右側に消耗品、左側に水回りで使うキッチンツールを取り出しやすく収納しました。続いてシンク下の引き出し下段です。こちらは右側に消耗品ストック、左側にお弁当グッズを収納。お弁当グッズは使うときにいつも探さないといけなかったので感動ですとお客様も喜んでくださっていました。こちらは食洗機下の引き出しです。ここには保存容器やシリコン製の細かい調理器具を収納しました。
続いて背面収納です。ちょい置きで埋まっていたカウンターの上もすっきり。ご希望通り表に出しておきたいコーヒーグッズだけに厳選されてとても素敵になりました。その上の飾り棚も見せたい食器だけに絞って素敵な空間に変身。まるでカフェのような飾り棚になりました。続いては右側の引き出し1段目です。こちらはお茶碗やカップ類の収納スペースとして役割を見直しました。そして一番下の引き出しは食品収納スペースとして役割を見直しました。一箇所に集めるとかなりいっぱいになりましたが、これから消費していけばもう少しスペースに余裕が出てくると思います。また左側の引き出しも用途を見直し、普段使いのカトラリーや袋留めクリップを収納しました。浅くて使い方が難しい引き出しでしたが、カトラリー用にすることで活用しやすくなりました。では3日目にいただいたご感想も抜粋してご紹介します。もともと料理は好きで、お鍋やお菓子作りの道具など捨てられず、収納はキッチングッズで溢れ返っていました。今回すべて収納から出して改めて見渡したら、日常的に使っているものなんてほんの一握りでした。すべてを分類してよく使うものを使いやすいように収納できたことで、朝のお弁当作りもぐっとスピーディーになりました。一番感動しているのは物の置き場所が決まったので出しっぱなしにしなくなったことです。このまま元に戻らないよう維持していきたいですし、もっともっと物の数を減らしていきたいと思います。そして背面がすっきりしておしゃれになったので、好みのコーヒー豆を揃えたり、自宅時間をゆっくり楽しみたい気持ちでいっぱいです。七尾先生、ありがとうございました。今回3日間にわたり合計約15時間ほど作業させていただいたことで、暮らしにも大きな変化を実感していただき、私もとても嬉しく思います。いかがでしたか？物が溢れ返っていたお家が暮らしやすい空間に生まれ変わりましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。